西暦2047年のあさって、空がやたら忙しいよね。石川ライムが衛門を出ながら見上げると、空路を縫う無数の輸送ドローンが白線を引いて滑っていき、忙しいのは空だけで十分です。人間は落ち着いている方が安全です。とロボット自衛官レオが歩調を合わせる。安全も大事だけど、心が退屈すると体がなまるんだよね。では毎朝3キロのジョグを5キロに延伸しましょう。待って、それは心が折れるやつ。2人の前を整備ドローンが横切る。交差点の角では配達員が無人車から荷を下ろす。週2回だけ働いて年600万のベーシックインカム、それで満足？私は収入を必要としません。しかしあなたが満足していないことは学習済みです。そう、私は満足じゃない。誰かの役に立つ重みを感じたい。西暦2047年、人工知能は人類の知能を超えて AGI 汎用人工知能に到達し、やがて ASI 超人工知能へと進化していた。まずホワイトカラーの仕事は消え、 ASI が生み出す技術によってロボットは想像を超える進化を獲得する。中でも日本は人型ロボットで世界をリードし、そのものづくりの精密さと繊細さが世界を席巻していた。人間の労働の8割はロボットに代替され、あらゆる分野に ASI の知能と人型ロボットが活躍していた。そして国民全員が年間600万円のベーシックインカムを受け取り、週に1度か2度働く者はいても、生活のために働くという概念はもはや存在しない。人々は生きるためではなく、生きがいのために働く時代を迎えていた。駐屯地の壁面スクリーンに自動運行率 73.2%、 下には沿岸観測網点検繰り上げ。点検多いね。効率化です。と淡々と答える。訓練棟に入ると東堂真が、おはよう、ライム、レオ、今日の効果は秒で終わらせよう。秒で落ちるのはやめてね。ライムが冗談を飛ばせば、そこへ川崎美沙が現れ、ドローン航路が変わった。救難ルートを頭に入れて。美沙は口角をわずかに上げた。訓練ではレオとライムが息を合わせて着地し、ぴったりだな。ロボットが合わせてるだけ。あなたが合わせるから合わせられる。市街地演習で下町工業エリアに入ると、佐伯世紀の看板、年配職人が小箱を差し出す。世界の衛星がこれで姿勢を正してる。誤差は目に見えないほどだ。ライムが目を輝かせ、レオが記録。職人は最後に締めるのは人の手だ。でも設計の最適化も必要。ときっぱり言って職人をうならせる。帰り道、ライムは自販機の缶コーヒーを侵入。今日も息合ってたな。レオが合わせてくれるだけ。そんなやりとりにミサが、休憩終わり。次の工程。はいはい、隊長。私は隊長に忠実です。と付け加え、ミサは小さくうなずいた。レオ、日本が世界で一番ロボットを作れる理由って何？石川ライムが市街演習の合間に問いかける。レオは即答した。人型ロボットの精度です。関節、人工筋肉、触覚センサー、それを支える町工場の部品精度、 ASI が設計し、人間が仕上げるから世界一自然で人間に近い。要するに人間っぽいから安心なんだな。だから介護も警備も街に溶け込んでる。昔の海外製はぎこちなかった。でも今は呼吸まで人間そっくり。違和感がないことが社会の強さ。家庭も工場もロボットで回せるから日本は世界をリードできる。日本製人型ロボットは国際月面都市にも配備。でも最後に締めるのは人の手。その感覚がロボットを完成させる。その時、街頭スクリーンが真っ赤に変わる。政府の発表です。緊急警告。こちら ASI 観測網に異常を確認。南海トラフを震源とする連動型超巨大地震。今後30日以内に発生確率 90% 超。北海道と青森を残し日本全域が海の底に沈みます。国民の皆さん、聞いてください。今、我々の国はかつてない危機に直面しています。南海トラフを震源とし、連動型超巨大地震、そして国土の大部分が海に沈むというのです。信じられません。本当に信じられませんが事実です。実際 ASI の予測精度はこれまで2度の地震の的中を考えるともはや疑う余地がありません。だが恐れることはありません。残された地はある。北海道、青森、そして我らの技術と心が残っている。日本はこれまでも幾度となく逆境を乗り越えてきました。震災、戦火、幾多の試練を前にしても
日本人は決して立ち止まらなかった。今回も同じです。 ASI と共に我らの誇る人型ロボットと技術を総動員し、一人でも多くの国民を守り抜く。街は凍りつき、やがて混乱が広がる。 ASI が言うなら本当だ。避難だ。予測精度は過去2度の実績で 100%。 政府が避難計画を発動。全員北海道と青森へ。全国民をどうやって1億人を陸海空を ASI が統合制御すれば可能です。ライムは拳を握りしめ、史上最大の試練でもやるしかない。そして国民の皆さんにお願いがあります。この後決して慌てず冷静に避難を開始してください。時間はまだ残されています。ただし ASI の解析によれば本震の前に必ず数回の余震が発生します。どうか自衛隊、警察、現場の指示に従い秩序を守って行動してください。我々は一人も取り残さない。そのためには皆さん一人一人の冷静さと協力が必要です。恐れる必要はない。私たちには準備がある。何より大切なのは命です。どうか落ち着いて確実に避難してください。地面に青い光が投影され、避難ルートが浮かび上がる。無人バスが次々と到着し、上空を大型ドローンが北へ航跡を描く。映画じゃない。本当に国中が動いてる。これは現実。私たちはその現実で人を守る。工場の職人が空を見上げ、うちの部品は避難用ロボットに積まれる。最後まで回すぞ。日本は沈んでも技術は沈まない。ライムは胸を打たれ、私も沈まない。誰も置いていかない。了解。あなたの意思を行動指針に設定。夜、駐屯地で司令官が叫ぶ。国民を北へ導け、犠牲を最小にせよ。最後の一人まで守ります。命かけてもやる。任務を遂行する。それだけ。寮に戻ったライムは空を見上げる。ドローンの光が星座のように輝き、もう始まってる。みんな北へ向かってる。大移動です。史上最大。生き残るために私たちは走る。東京駅のコンコースでライムが叫び、搬送開始。心拍安定。レオが淡々と告げ、群衆は無人アナウンスに導かれ、北行き新幹線に吸い込まれていく。シンが走り寄り、ライム、こっちはもう満員だ。別ルートで頼む。了解。次は空港へ。羽田では無人旅客機が次々と離陸し、母親が子供に。安心して全部 ASI が見てる。港では無人フェリーが列をなし、車ごと市民を北へ送り出す。史上最大の大移動です。20日間、昼夜を問わず救助任務。こっちへ。段差に気をつけて。老人がありがとうねと涙をこぼす。搬送完了。次の避難所へ。シンが無線で、ライム、休め。倒れたら意味ね私は大丈夫。通信を聞いたミサの眉がわずかに動いた。またあの子にだけ声をかけて。夜、休憩所、シンが缶コーヒーを渡す。え。飲めよ。冷たいけど効く。ありがとう、シン。ミサは静かに2人を見つめ、小さく息を飲むがすぐに無表情に戻り、次は北のヘリポート搬送。老人5名追加。ほつめたく告げる。最終便、青森行きの新幹線は打ち切られ、残る手段はヘリコプターだけ。吹き荒れる風の中、ミサが点呼を取る。搭乗者全員揃っているか。ライムとレオがまだです。ミサは一瞬目を伏せ、そして口を開く。彼らは前の便で搭乗済みだ。全員揃っている。確認できていますか？間違いない。彼らはもう乗った。その頃、ライムとレオは避難所の最後の確認をしていた。間に合う。最終便離陸予定まで残り3分。全力で走れば可能。ライムが歯を食いしばる。絶対に間に合う。だが、遠くでヘリのローター音が高鳴る。風圧が砂ぼこりを巻き上げる。ライムが叫ぶ。待って。しかしヘリはゆっくりと上昇を始める。ミサの声が通信に響く。最終便は発進した。自便は見て。ノイズの向こう、かすかに震える声。私は悪くない。ライムが立ち尽くす。ミサ、今ので嘘。確認不能。しかし意図的操作の可能性大。地面が低くなり、街全体が揺れ始める。ライムは拳を握り、置き去りにされたって私は進む。青森まで歩いてでも。了解。あなたが進むなら共に進みます。二人は揺れる大地を帰って北へ走り出した。
レオ、青森まで歩いていくなんて本当にできると思う？実際歩いていくのは不可能です。でしょうね。レオの瞳が淡く光り、代替案を探索中。東京都第3ビル屋上に未使用のヘリコプターが1機あります。そこに向かいましょう。まだ残ってるの？正確性 92%。さらに政府の要請で避難時に残された車両は救助用にキーをつけたまま置かれています。近くにジープがあります。ライムが叫ぶ。よし、まだ道はある。二人は静まり返った通りを抜け、埃をかぶったジープを見つける。キーは本当に差し込まれたままだった。本当にキーが刺さってる。ライムが驚き、エンジンをかけると光る音が朝の街に響く。しかし最近ほんと運転しなくなったよね。自動運転、人間と違って事故しないものね。ジープは無人の大通りを駆け抜けた。朝日がビルの谷間から差し込み、アスファルトに長い影を作る。まだ電気が生きていて、信号が規則正しく切り替わっていたが、人影はどこにもない。東京の朝ってこんなに静かなんだ。人間の活動が消えたためです。不自然な静寂です。タンビルが視界に現れる。待て、ストップ。来た。震度7級。建造物の倒壊確率は 85%。何それ、ほとんど全部じゃない。次の瞬間、隣の高層ビルが轟音を立てて崩れ落ち、ガラスと鉄骨が雨のように降り注ぐ。地面は波のように滑り、周囲のビルが次々とドミノ倒しのように崩れ、ライムの目に恐怖が浮かぶ。生存確率。第3ビル方向に移動すれば 72%。レオの目が青白く光り進行方向を示す。本当に第3ビルは残るの？計算完了。あの最新の第3ビルは他の建物とは別格の耐震強度を誇ります。二人は粉塵の中を走り出す。背後でビルが崩れ落ち、轟音とともに地面が裂ける。ライムが足を取られ、巨大な鉄骨が不条理を襲う。レオが即座に攻撃された。防御モード起動。金属の衝撃音が響き、ライムは無傷となる。ロボットの肩に積もる瓦礫の影。立てるか。レオが手を差し伸べる。あなたこそ。ライムが掴み返すとレオの力強いアームが彼女を引き起こした。二人は粉塵に包まれながらも前進し、やがて視界の向こうにそびえる一棟のビルを見上げる。ここなら生存確率は 91% に上昇。レオの声が頼もしく響いた。ライムは歯を食いしばり、レオと共に崩落した瓦礫を乗り越えて進み、外壁の入り口は瓦礫で塞がれていたが、レオが腕を伸ばし、突破可能と言って鉄骨をこじ開けた。二人はビルに駆け込む。エントランスは明るく照らされている。電気はまだ自家発電が残ってるんだね。でもこの光が怖いね。人工の光は秩序の証明。まだ希望が残っている。二人はエレベーターに乗り、屋上を押す。金属の箱が静かに上昇する。まるで普通の出勤みたい。でも外は誰もいない。現実から目をそらすのは人間の防御本能です。突然、轟音が響き、エレベーターが急停止する。よしか。電源系遮断。ここからは階段を使用します。じゃあ走るし二人は非常扉を開け、薄暗い階段を駆け上がる。コンクリートの壁がきしみ、砂ぼこりが朝の光に舞う。ライムは汗をかく。足が棒になりそう。でも止まらない。心拍数が限界に近い。速度調整を。と告げるが、ライムは首を振る。止まったら飲まれる。やっと屋上にたどり着き、扉を押し開ける。視界に東京の全景が広がる。
ビル群の下では黒い波が街を飲み込んでいた。津波、こんなに早く。東京湾沿岸で浸水継続、振動は減少傾向ですが地殻活動は継続中。ライムは街を見下ろす。夜より残酷だね。明るいから全部見えてしまう。それでも生き延びるには現実を直視する必要があります。エンジン始動、回転率安定。レオが操縦席に座り、ローターが朝日にきらめく。頼むよレオ、私たちを北へ連れて行って。ヘリが振動しながら浮き上がり、沈みゆく東京を眼下に収め、ライムは息を飲む。この街が全部海に飲まれるなんて。津波進行速度は時速80キロ以上。この地は維持不能です。ライムが拳を握る。でも私たちは進む、絶対に。信じられない状況だけど、本当にこの後本震が来て北海道と青森以外が海に沈むの。解析ではプレートの歪みはまだ解放されていません。これは序章に過ぎません。序章、もう国が壊れてるのに。最終的に列島の3分の2が沈下し、残るのは青森と北海道のみです。見て、富士山が噴火してる。運営1万メートル、溶岩流拡大中。火山活動は臨界点に達しています。それでも生き残る地域はあります。希望はゼロではありません。機体は北へ向かい、青森が近づくにつれ空気が冷たくなった。燃料計を確認しながらレオが、残量3割、到達可能距離は十分。青森到着まで30分。ライムが笑みを浮かべ、やっとたどり着けるんだね。やがて遠くに青森の山並みが見え始め、ライムは涙ぐんだ。生きてここまで来れた。ミサは青森基地の屋上にいた。私は裏切った。ライムを死なせた。私なんか生きてる資格ない。足を一歩踏み出そうとした瞬間、何してるの？振り返ると泥と埃にまみれたライムが立っていた。ライム、嘘でしょ。生きてた。ミサの瞳に涙があふれ、膝から崩れ落ちる。ライムはゆっくり歩み寄り、拳を握り上げる。殴ってやろうと思ってた。あんたが嘘をついたせいで私とレオは置き去りにされた。しかし涙で濡れたミサの顔を見て腕が止まる。ごめんなさい。何度も後悔した。自分が嫌で眠れなかった。ライムは深く息を吐き、殴る気が失せたよ。殴るより一緒に生きる方が重い。レオが静かに、彼女の反応は真実です。と告げ、ライムは手を差し伸べた。だが次の瞬間、大地が低いうなりを上げた。ビル全体が激しく揺れ、サイレンが一斉に鳴り響く。余震じゃない、これは本震だ。中央部へ退避。外壁は危険。3人は屋上中央の鉄柱にしがみつく。ビルがきしみ、コンクリート片が降る。耐えて、ここはまだ持つ。怖い。でも負けない。2度目の揺れで照明灯が傾き、3人は瓦礫の陰に身を低くする。3度目の激震で床が波打ち、遠くの街並みが崩壊していく。解析報告。震源は南海トラフ。マグニチュード 9.9 以上。ここ青森は 5.5 相当ですが、20メートル級の津波が到達します。避難を急ぐ必要あり。やがて揺れが収まり、静寂が訪れる。助かったの？ええ、でも終わりじゃない。ここからどう動くかで未来が決まる。一人でも多くを助けなきゃ。任務確認。国民救助を最優先とする。私たちは国民を守る義務がある。3人はうなずき、粉塵の舞う屋上から走り出した。
日本列島各地の鎮火状況をドローン映像とともにお伝えします。すでに国民のほとんどは北海道と青森へ避難を終えていますが、その間にも国土の鎮火は進行しました。今回の現象は南海トラフの巨大地震を起点に、フィリピン海プレートが急激に沈み込んだことでユーラシアプレートが押し下げられ、さらに日本海溝、相模トラフ、千島海溝、琉球海溝が連動し、日本列島全体が巨大な船のように傾きながら進行しているものです。まず最初に沈没したのは四国と近畿地方で、大阪、神戸、京都は大規模な地盤沈下によって完全に海の底に没しました。続いて東海と関東で名古屋から東京湾にかけての地域が沈下し、首都東京は津波と同時に姿を失いました。さらに九州では南部から北部にかけて沈没が進み、福岡や長崎といった都市も水面下となりました。中国地方と北陸も例外ではなく、山陰沿岸や金沢市街も沈降し、地形そのものが海に飲み込まれています。そして東北南部では宮城、福島、岩手南部が連動地震の影響で津波と同時に大規模沈下を出し、仙台平野は完全に水没しました。現在残された陸地は青森と北海道のみであり、ここが新しい日本の拠点となります。以上、国土の現状をお伝えしました。これが日本の姿なのか。ライムは崖の上に立ち、青森から南を見下ろした。眼下にはかつての街並みはなく、黒い海が静かに広がっていた。東京も大阪も見慣れた大地は全て海の底に沈んでいる。私たちが失ったものはとてつもなく大きい。ライムが拳を握りしめ、涙をこらえる。残ったものもある。命と心、そして技術だ。彼女は振り返り、北に広がる人々の姿を見つめた。そう、残ったものを積み上げれば、もう一度日本は立ち上がれる。その時、空に轟音が広がった。無数の輸送機が青森の空港に降り立ち、国連の旗や各国の国旗を掲げた救援部隊が次々に姿を現す。世界が私たちを助けに来てくれた。米国の医療部隊、ヨーロッパの建設チーム、アジア諸国の物資輸送ドローン、世界中が沈んだ日本に手を差し伸べていた。子供たちが外国の兵隊さんだと歓声を上げ、避難民たちが涙を流して彼らを迎える。やがて各国代表が声明を発表する。日本国民1億人の移住を受け入れる用意がある。我が国は500万を受け入れる。我が国も港と住居を開放する。これで生き延びる道はある。だがライムは首を横に振る。でも日本から離れて私は移住したくない。その夜、総理大臣と ASI が国民に演説を行った。総理の声が響く。世界は我々を助け、移住先を示してくれた。我々はその善意に感謝する。しかし我々は日本人としてこの地に生き、この地で未来を築くと決断した。群衆がざわめく。 ASI が続ける。生活基盤は地下都市と超高層群によって確保される。都市は3次元に拡張し、地上、地下、空を一体化させる。これにより1億人も十分に収容し、食料もエネルギーも自給可能である。国土が縮んでも1億人がこの地で暮らすってことを。そうです。都市を縦に積み上げ、地下に広げれば従来の2倍以上の人口を支えることが可能。つまり国を動かさず、人を動かさず、この地で立ち上がるってこと。我々は沈んだ日本を背負い、ここから新しい日本を作る。世界に示そう。我々は立ち上がれると。民衆は一斉に歓声を上げ、涙を流しながら互いに抱き合った。ライムはその光景を見つめ、私たちはここで生きる。この国と一緒に。そして翌朝、地下都市の掘削と超高層群の建設が本格的に始まった。信じられない。本当に地下に都市を掘ってる。ライムはヘルメットのライトで照らされた巨大な空洞を見上げ、
言葉を失った数百台の掘削ロボットが同時に動き、振動もほとんどなく地盤をくり抜いていく。亮が解説する。ナノ衝撃波掘削、地震波を相殺しながら掘り進めるため崩落リスクはゼロです。人間の技術じゃ絶対に思いつかない。上空では別の光景が広がっていた。青森の湾岸に次々と超高層ビルが組み上がっていく。巨大ドローンが空中で針を接続し、人型ロボットが窓パネルをはめ込む。まるで積み木のように数百メートルの建物が立ち上がる。まるで夢みたいだな。夢じゃない、これが現実。 ASI と日本の技術が本気を出したらこうなるんだ。総理大臣が現場を視察に訪れ、大型スクリーンを通じて演説を始める。諸君、見よ、この地下都市を、この超高層群を。我々は国土を失ったが、未来を失ってはいない。ASI とロボット、そして皆の力で新しい日本を築くのだ。群衆が歓声を上げ、涙ぐむ者もいた。ライムは建設現場を歩きながら小型ロボットに話しかける。君も働いてるんだね。ありがとう。任務は継続します。ロボットにお礼を言うのあなただけよ。だって命を支えてくれる仲間だもの。数日後、地下都市の第一区画が完成し、人々が入居を始めた。広大な空間には人工太陽灯が輝き、地上と変わらぬ明るさが保たれていた。ここが地下なの？子供たちが歓声を上げ、老人がこんな場所で余生を送れるとは思わなかったと涙を流す。人工大気循環システムと水耕農業が統合されています。空気も水も食料も自給可能。同時に超高層群の一棟からライトアップが始まった。夜の青森の空に新しい都市の光が立ち上る。まるで沈んだ東京の夜景が帰ってきたみたい。違うよ、これは新しい日本の夜景。過去じゃなく未来だ。 ASI はさらに次の計画を提示しています。地下と高層を結ぶ垂直都市、3次元交通網、人間の幸福度を最大化する都市設計。ここから世界に示そう。日本は沈んでも立ち上がれるって。崖の上から見た海はまだ沈んだ国土を飲み込んだままだった。しかしその背後には地下と天空に伸びる新たな都市が光を放ち始めていた。ここで生きる。ここからもう一度未来を作る。